魔法少女のように変身しよう。5つのステップがありまして、どこまで作り込むのかはご自身で決めていただければと思いますので、はい。まずステップ1がその衣装の切り替え。こういう感じで衣装を切り替えるだけでもう変身とは言えるのではないでしょうかっていう感じになっています。で、これちょっとステップ2になって、衣装を発行させてみました。これでなんかちょっと豪華になっている感じがするのではないでしょうか。一回その衣装をパージさせて、で、もう一回新しい衣装を出すみたいな。作品によってはそのインナーがあったりでしたり、シルエットだけでしたりという作品がたくさんありますので、これパージするかどうかはまたご自身で決めていただければと思います。で、さらに、豪華にすると、ステップ4になってくるとエフェクトを加えます。はい。これによってパージとか生成とかはすごく違和感がなくなって、こうインパクトがある感じのやつになっていると思います。で、最後はもうこういう風な背景をその真っ白の部分にクリッピングして、そうすることによって華やかな感じになっていくんじゃないかなっていう感じです。この背景もすごく作り方が簡単で、このシャボン玉があったり、星があったり、この星雲があったりとか、それを全部レイヤー分けて動かしているだけなので、回転デフォーマーをつけて、なので本当にすごく簡単に作れます。変身というシーンで最も大事なものは何なのかって言えば、うまくごまかすっていうのが多分一番大事。右側一瞬その切り替えの瞬間に画面が白く飛んでいるのがわかるだと思いますが、これが白コマという、ショックコマとも呼ばれていて、1フレームだけ白コマを入れる。はいはい。これが一番基本的ではありますが、すごく大事なやつですね。で、続けましてはこの賑やかしという要素ですね。はい。で、最後はモーションでごまかすっていうのも結構大事な手法になっていまして、このモーションは手書きアニメの技法で結構よく使われている絵の切れを出す技法の中なしっていう技法、中割りをわざと飛ばすっていうことで、切れのある動きを演出できるという技法ですね。エフェクトの作り方、例えばこの羽ベーシックというやつが表示させて拡縮密度とか制御できたり、グループごとに密度を制御して、あと全体の拡縮とか別的に回転させてたり変形させたりとか、あとは移動させたりとかができますね。奥にある子たちと、手前にいる子たちがそれぞれあるんですが、こういう感じでベルト状に動かすことも可能になっていますね。アートメッシュとワープデフォーマーの間に回転デフォーマーを挟むと移動量にだけ作用しますので、なので変形せずに密度とかだけ調整したり、回線の動きでしたりを調整させることが可能になっています。輪っかっていうものですね。単純にこのアートメッシュに輪っかを作ってこれを複製して上下反転して、もう輪っかができます。輪っかができたらもうここで足のリボンとかと、例えばこれもリボンの収縮っていうので、リボンを伸ばして、狭めてこういうものが連続で出すとこういう感じのものになりますね。本当にすごく簡単なユニットを一つずつ組み合わせていくだけでこういう感じのものができます。まずここにこの細いのがあるんですよ。これが魔法陣です。まずこれが魔法陣の上にこのパース用のやつ、ワープデフォーマーがついてますね。魔法陣の素材はこういう感じで書き起こします。マスクがありまして、このマスクが後半部分を奥側を隠しているので、これが降りてくるとずっと前半の部分だけがホタルちゃんの前に出てきて、後半の部分はこの、魔法陣の描画陣がゼロになっている部分が表示されているという状態になっています。そのモーションを実際にどういう風に作っていくのか、今回はパラメータ数が結構多いので、選択用にコピペでしたり、そういうのが大事になってきます。ツインテールになるという部分、まず何が起きているのかというと、後ろ髪がふわっと舞い上がって、で魔法陣が下から上にせり上がってきて、でそこで風圧を作って、後ろ髪を変形後のツインテールに近い形に変えていって、でなおかつ後ろ髪の揺れ方、毛先が今上がっている状態で、変形後のツインロールの方も毛先が上がっている状態で、受け継ぐと極力違和感を減らしつついい切り替えができる。いい感じだと思います。